トイボールファクトリーです。今回はフィギュアライズスタンダードアンプリファイドデュークモンをテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。デュークモンは2021年6月に発売された最新キットで、デジモンテイマーズに登場する究極体デジモンです。Amazon で運よく予約できたと思っていたら、発売日になっても商品が出荷されず、いわゆるこのざまになってしまったんですが、運よく店頭で購入することができました。それでは作っていきましょう。おっす、オラトイボールファクトリー。今回はデュークモンをテッカテカに塗装するから最後まで絶対見てくれよな。ということで、デュークモンって声が野沢雅子さんなんですね。びっくりしました。デュークモンはデジモンテイマーズに登場する究極体デジモンで、タカトとギルモンが一体となってマトリックスエボリューションした聖騎士型デジモンです。デジモンテイマーズ以降にも登場しているらしく人気があるようですね。無限ドラモン、メタルガルルモンに続いて3体目のデジモンシリーズのプラモの制作になります。こんなに作ることになるとは思ってもいませんでした。いろいろ楽しみが広がっていますね。アンプリファイドのシリーズはアレンジがめちゃくちゃかっこよくて、さらに作りやすく出来もよく、原作やキャラクターを知らずとも楽しめるキットで、特に無限ドラモンはここ5年くらいで作ったプラモの中ではダントツにおすすめしたいキットですね。すぐみでも作りやすくてかっこよくて、あそこまで迫力のあるプラモはそうそうないと思います。店頭ならまだ買えるようなので、手に入りうちにぜひ経験してもらいたいな。アンプリファイドのキットは出来がいいと言っておきながら、このデュークモンを作ってみるとかなり目立つところに合わせ目ができちゃいますね。デザイン上難しいので仕方がないのかなとも思いますが、ちょっと残念。各パーツの造形は対象年齢15歳以上ということもあり、かなりシャープで時々手にパーツが刺さるようなことがありました。気をつける必要があると思います。箱は大きいですが、パーツ数は思っていたよりは少なく、組みやすい部類に入ると思います。パーツも大きい方だと思うので、老眼にも安心。だいぶ作りやすいですね。大きくてシャープな HG キットという趣があります。作ったことはないですが、ガンプラだとリボン100シリーズに近いのかな。造形がシャープだとシャープ化しなくて済むので、作るのは楽になりますね。マスターグレードと HG の中間という感じでしょうか。こういうキットがもっと増えるといいですね。おお、謎のエフェクトギミック。清純イージスはめっちゃでかいですね。マントも作っていきます。原作では布製のマントだったんですが、今回のプラモデルではペット製フィルムをパーツで挟んでマントにしていて、大きいっぽい感じになっていますが、仮組みで組み立てると傷つけちゃいそうだったので、今回は最後の組み立てまでお預けにしておきます。パーツが揃ったので組み立てていきます。胸のパーツはつけずに外したままに、後で外せなくなっちゃいますからね。手首を外して盾と武器をつけます。組み立てている途中で盾の重みで上半身が回転してしまいました。盾紙をつけて、これで完成。盾がでかいな。上半身を覆い尽くすほどの大きさです。トゲトゲしてめっちゃかっこいい。目が鋭くてかっこいいですね。上半身は色分けがほとんどされておらず、ちょっと残念。マントをつけてないので鳥柄みたい。盾が重すぎるのでちょっと外し結構ポロリしやすい感じですね。拳に付け替えて、盾がすごく重いです。本体と同じくらいの重さがあるかも。可動範囲は思ったより狭い感じ。肘はあまり曲がりませんが、腕は水平までは上がるようです。頭部は襟が邪魔になるかなと思ったんですが、思ったよりは動きますね。ちゃんと襟との干渉がないように間隔を空けているようです。たてがみは4箇所の関節によってなびくような動きをつけることができます。
腰はひねることはできますが、前後左右に曲げたりすることはほとんどできません。膝もあまり曲がらず、正座は無理そうですね。ナイトが正座をする必要があるのかと問われると必要ないですね。ポロリしやすいですね。それでは分解して塗装前の処理を行っていきましょう。勢い余って一気に分解してしまいました。頭部のゲート処理を行っていきます。今回も400番から1500番のマジックヤスリでヤスリがけをしていきます。これで綺麗になりました。顔のパーツを後頭部のパーツに取り付けて、手で持って作業するにはちょっと小さすぎますからね。長谷川のモデリングスクライバー毛書き針を使ってパーツのくぼみをなぞってシャープにしていきます。違いが分かりづらい。トサカに宝石のようなモールドがあるので、ここも少し彫り直して強調しておきます。後で塗り分けるので、その境界をはっきりさせておくためです。同様にトサカ後部の筋彫りも彫り直してシャープにしておきます。これでシャープになったかな。続いてタミヤの瞬間接着剤イージーサンディングを使って合わせ目処理をしていきます。クリアファイルに接着剤をちょっと出して、爪楊枝でパーツに塗りつけていきます。タミヤの硬化促進剤を使って接着していきます。刷毛塗りタイプなのでスプレータイプと違い、余分なところに飛び散らないで済むので、パーツを溶かしてしまうことも少ないかなと買ってみました。どうでしょうか。バッチリ固まったようです。ちょっと不安だったので上からも塗布しておきます。少し経ってからヤスリで合わせ目を消していきます。ちゃんと消えたような気がする。あとは他の表面処理と同様にヤスリがけ、さらにフィニッシュプレートで磨いて、これで綺麗になったんじゃないかな。見た目では合わせ目が消えたかわからないんですよね。他に二の腕や太もも、すねのパーツも同様に瞬間接着剤で合わせ目を消してみました。パーツをまたがる光沢が一つにつながっているかな。取り出したるはキュキュッとクリア泡スプレー、泡洗浄タイプの食器用洗剤ですね。これをパーツに大量に吹きつけて水ですすいでから超音波洗浄機に入れます。新しい超音波洗浄機に買い替えました。大容量ででかいパーツも入っちゃいます。でかいことはいいことだ。素晴らしいですね。パワーも強力。洗ったものをIKEAサラダスピナーで水を吹き飛ばします。これでもかとぶん回して水を吹き飛ばしてしまいます。動画ではカットしていますが、もっとしつこいくらい回しますよ。回すの楽しい。食器乾燥機に入れて2時間ほど乾燥。それでは楽しい塗装の時間です。まずは EX ブラック。塗料と溶剤の比率は1対2。いい加減シールを貼り直さないとはいけないですね。まずはあっさり塗装。結構透けていますが、最初はこれくらいの方が2回目の塗装のノリがいいような気がします。続いては失敗例。よく見ると塗装がまだらになっています。ちゃんとパーツが洗えてなかったようです。ダメじゃん。パーツの反対側を塗ってから再び塗装すると、このまだらは消えるので慌てないようにしましょう。まだら模様を消そうと一気に塗料を吹きつけてしまうと厚塗りになってしまいます。続いてはスターブライトアイアンでフレーム系を塗装していきます。メタリック塗料を吹きつけるコツは、低い気圧でふわっと塗料をのせることです。いろんな条件によって違うので、具体的に気圧を指定することはできないんですが、ハンドピースから塗料が出るギリギリの気圧で塗装するのがコツだと思います。再びの EX ブラック。2度目の塗装ですね。1度目を塗装すると、その光沢によってあらやホコリが入っているのが見えてきます。それを3000番のスポンジヤスリで削り取ってから、もう一回 EX ブラックを塗布していきます。エッジが立っているせいか、エッジの部分がちょっと白くなっていますね。まあ2回目を塗装すれば塗りつぶせてしまうので、あまり気にすることはないかな。いい感じに塗装できました。
続いてはスターブライトシルバー。デュークモンは聖騎士型デジモンなので鎧風に塗装するのが良さそうですよね。先ほどのスターブライトアイアンと同様にできるだけ低い気圧で吹きつけています。この時塗料の突出量も低くしています。ハンドピースが詰まりやすくなるんですが、大きい金属粒子をフィルタリングする効果もあるようで、輝きがより均一になります。さてここでパールシルバーの登場。さっきスターブライトシルバーを塗装してやんけと思うんですが、スターブライトシルバーだとちょっと暗すぎる感じだったので、その上からパールシルバーを塗装してより明るくきめの細かいシルバーにしていきます。 EX ブラックの上に直接パールシルバーを塗装するとかなり暗い仕上がりになってしまうんですね。なのでスターブライトシルバーの上に塗装をしています。これはエクシアを塗装した時と同じ技法ですね。スターブライトゴールドを塗装していきます。清純イージスめっちゃでかいですね。塗るの大変。一箇所ずつ塗り終えていくというよりは、まずは塗りにくいところを塗装して、それから全体をふわっと少しずつ塗装していく感じですかね。そうすることでムラが少なく塗装できるかと思います。続いて GX メタルレッドを塗装していきます。少量キャンディー塗装ですね。下地に GX メタルレッドを塗装することで、その上に塗るクリアレッドの量を減らすことができます。ということでクリアレッド塗装。はい、すでに1度目のクリアレッドを拭き終わっています。これが2回目のクリアレッド塗装。だいぶいい色が出ています。めっちゃかっこいい。さらに EX クリアを塗装していきます。もともとテッカテカだったんですが、 EX クリアを重ねることでさらに上品なツヤを目指します。美味しそうな光沢。ということでエアブラシでの塗装が終わったので、筆塗りで部分塗装を行っていきます。まずはリトリビューターアーマーで金色を塗っていきます。瓶をよく振って、下出るカラーでは本当は良くないらしいんですが、鉄球を入れて攪拌しやすくしています。筆先に塗料をちょっとつけて目のパーツを塗装していきます。今回は合わせ目が出るパーツは全て後はめ加工もせずにまとめて塗装してしまったので、細かい部分は筆塗りで塗装していきます。トサカも塗っちゃいましょう。設定とは違う塗り分けになるんですが、こちらの方がメリハリがつくかなと思っています。パーツの先端や角などを本体とは違う色で塗るとシルエットが強調されてかっこよくなる気がします。こういうアレンジもプラモ塗装の楽しいところですね。何度か塗り重ねてこれでいいかな。続いてクリプテックアーマーシェードグロスで黒目のところを塗ります。テカリが出ていい感じにならないかな。続いて陰影もつけておきます。余分なところを綿棒で拭き取って、これで完了。次はウェイストーングリーンで頭部の宝石を塗装します。お、いい感じに宝石っぽくなりましたね。さすが宝石を表現するための塗料。ケンプファーへのコメントありがとうございました。たくさんの方がスポンジを使ったデカールを貼る方法を試してくれていたのが分かってとても嬉しかったです。ありがとうございます。また何か時短テクニックが見つかったら共有していきたいですね。それとサムネイルめっちゃかっこいいと褒めてくださる方が多くて嬉しかったです。自分でも言っちゃいますが、あれは会心の作でしたね。テカテカ塗装を始めるきっかけとして、かっこよくライティングして写真を撮りたかったというのがそもそもの動機だったので、動画より写真の方が本体と言っても過言ではなく、あの写真が撮れた時はガッツポーズしてしまいました。またいい写真が撮れるといいな。他にもご夫婦で動画をご覧になっている方からもコメントをいただきました。家族の団らんにちょっと加われているのかなと思うと嬉しいですね。楽しそうに作ってていいというコメントもいただきました。プラモを作るのめっちゃ楽しいですよ。何か作るのって目に見えて成果が出るので楽しいですよね。昔は自分を不器用だと思っていましたが、今はいい道具が増えていてすごく簡単に作れるようになってて、自分の能力が増えたような快感も得られて最高に楽しいですね。いい時代です。プラモデルを作るようになってまだ6年くらいですが、プラモを作るようになる前もプラモ売り場を見るのは好きだったので憧れの目で見ていたんですが、
1体目を作ってからプラモ売り場でプラモを見ると、あれこれ全部作れるじゃんと思えるようになって、よりプラモ売り場に行くのが楽しみになりました。さすがに全部作るには人生短すぎますが、ガンガン作っていきたいですね。そういえば他にもプラモデルには全然興味ないんだけど、なぜかこのチャンネルの動画を見ているという方もいらっしゃって面白いですね。一体どこからこの動画を見つけて視聴するに至ったんでしょうか。何か他の SNS とかで共有されたのをご覧になったんでしょうか。一体どんな風な評価をされているのか気になりますが、いい評判なら聞きたいですね。プラモデルに興味がない方でも見ていただけるのはとても嬉しいです。これからも何かしらの楽しみになれば幸いです。褒めたら伸びる子なので今後もよろしくお願いいたします。さて、合わせ目結晶を行ったパーツです。関節部をそのまま挟み込んで合わせ目結晶してから塗装を行ったので、装甲と同じ色になっています。これを筆塗りで塗り分けを行いました。これはナルンオイルで陰影をつけているところですね。アバッドンブラックで装甲の隙間っぽいところを塗りつぶしておきます。はみ出たところを綿棒で拭って完了。そしてブラッド・フォー・ザ・ブラッド・ゴッド、赤い塗り分け部分をキャンディー塗装に、メタルガルルモンでも行った塗装ですね。このブラッド・フォー・ザ・ブラッド・ゴッドは筆に塗料をたっぷりつけて塗るとムラなく塗れる感じがあります。本当かな。さらに縦の文字部分にもブラッド・フォー・ザ・ブラッド・ゴッドを塗装して、しかしすごい名前の塗料ですね。口に出して言いたい言葉、ブラッド・フォー・ザ・ブラッド・ゴッド。そしてはみ出た部分をマジックリンで拭き取って完成です。いい感じ。それでは全てのパーツが揃ったので組み立てていきます。今回作ったデュークモンはパーツの色分けがあまりされておらず、筆塗りでの部分塗装が多くて結構大変でした。特に首の襟の周りの金色はパーツでの色分けをしておいてほしかった気もします。シールもついていなかったのでちょっと残念。とはいえアニメ版のデュークモンの鎧はほぼ白一色なので、素組みの方がアニメオリジナルには近いとも言えるかも。塗装するかしないかはお好みで選べると考えるのも悪くないかもしれません。好みで選ぶといえば、ウレタン塗料は使わないんですかという質問が時々あります。確かにウレタン塗料は光沢が出しやすいんですが、光沢が出やすいという性質は塗膜を厚く形成することによって得られるものです。塗膜が厚くなるとエッジがだるくなってしまいやすく、僕が追い求めるシャープな光沢とは違うので多分使わないんじゃないかな。あとウレタン塗料はとても毒性が高いので、気軽におすすめするのはちょっと無責任になってしまいますね。もちろんラッカー塗料も毒性があるので、皆さん防塵防毒マスクの使用と塗装ブースでの換気を徹底して健康を維持しましょうね。そうこう言ってるうちに縦のクリアパーツの裏側にメタリックテープを貼りました。これでキラキラですよ。クリアパーツの裏側を白色の塗料で塗って明るく見せるという方法もあるようです。そしてマントの組み立てです。こちらからゆっくり剥がしてください。はい、わかりました。ゆっくり剥がしますよ。かなり慎重に剥がしました。折り目がついちゃったりしたら大変ですからね。このマントを鶏ガラパーツに取り付けて、これでマントの完成です。いい光沢じゃないですか。ペットシートいいですね。パーツを組み付けていきます。足を取り付けて、肩を取り付けて、武器をつけて、盾もつけて、マントも取り付けて、頭を取り付けて、たてがみを取り付けて、これでデュークモンの完成です。いやー、テッカテカですね。なんだか盾を持つ左腕の調子がおかしい。あれ取れちゃった。左肩が割れてしまいました。肩のパーツは接着しておけばよかったな。やっぱり盾が重すぎるようです。盾には専用のスタンドがついているので、飾るときはそれを使った方が良さそうです。あと本体もマントが重すぎて自立することがかなり難しいです。別売りのアクションスタンドを使用した方が良さそうですね。おや、ターンテーブル映像じゃないですね。
筆塗りの金色塗装が後から気になってしまいました。オーリックアーマーゴールドを使って明るくしていきます。リトリビューターアーマーの金色はスターブライトゴールドと比べるとちょっと暗めの金色ですが、今までは塗装する面積が小さかったのでそんなに気にならなかったんですが、今回は筆塗り塗装の範囲が大きかったので違いが気になってしまったようです。これでだいたい似たような感じになったかな。ちょっと明るい？許容範囲内ということにしておきましょう。同様に他の部位も塗り重ねておきます。今度こそ最後の組み立て。これでデュークモンの完成です。さっきよりは筆塗り部分の金色とエアブラシ塗装の金色の違いが少なくなったかな。デュークモンはシュッとしててかっちょいいな。ということでフィギュアライズスタンダードアンプリファイドデュークモンをテッカテカに塗装しました。デジモンの中でも屈指の人気を誇るデュークモンが大胆なアレンジとシャープな造形によって立体化されたこのキット。重量のバランスの悪さで自立が難しいのと、細かい塗り分けなど手間がかかる問題点はありますが、そのスタイルの良さは何者にも代え難いものだと思います。ということでフィギュアライズスタンダードアンプリファイドデュークモンのテッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。GK も絶対見てくれよな。似てない。